お店を閉めざるを得ない状況ですね。めちゃくちゃ重いです。ここはもう間違いなく自信はあるので、本当一度食べてもらいたいです。いらっしゃいませ。おはようございます。そしたら今からちょっと買い出しに豊島の方に買い物に行きます。4、50分かかりますかね。はい。糸さいさいというところで結構糸島のその新鮮な野菜がたくさん品揃えも良くてですね、そこがすごい気に入ってて仕入れに行く感じですね。美味しい味っていうのももちろん大事だと思うんですけども、食べて体がすごく元気になったり喜んでくれるっていうのはすごく大事だと思うので、やっぱり栄養も意識して作ってますね。9時からオープンですね。もういつも大人気で人がいっぱいですね。はい。まあでも平日で100人ぐらいは全然並んでると思いますけどね。いっぱいですね。めちゃくちゃ重いです。20種類ぐらい買ったんですかね。今月のハンバーガーが菜の花のバーガーなんで、こう菜の花がすごくいい感じで綺麗なのがあったので、これで美味しいソースを作ります。でここのケールは葉っぱがそう食べ応えもあって、色も濃くて味も濃いので栄養価も高くてすごく美味しいケールなので、ここのはいつも気に入って使ってます。うちはナイスはですね、全部植物性の食材だけで作ってるメニューでして、例えば牛乳とか卵とかですね、そういった動物性のものは一切使わないで、野菜とか、牛乳の代わりに豆乳とかですね、海外に遊びに行った時に初めてそういった植物性だけのメニューでやってるお店ですね。それがめちゃくちゃ美味しくて、植物性だけでこんな美味しいご飯作れるんだっていうのにすごく驚いたのがまずきっかけですね。ポートランドの大好きなお店はキャンティーンっていうお店で、今はもう閉店してしまったんですけども、ポートランドで2回行ったんですけど、2回行って、でオーナーさんにもちょっとお願いしていろいろお話を聞かせてもらったりして、自分も日本でこんなお店やりたいですっていうのをすごくなんか気持ちを伝えて、そしたらいろいろなんかちょっと時間を作ってくれて、いろいろ話を聞かせてもらうことができて、すごく影響の受けたお店ですね。お客さんがあまり来ない日が続いたりすると、植物性だけじゃお店をやるのは難しいのかなとか、すごい不安になることはたくさんありましたね。モチベーションキープできたのは、やっぱお客さんの声っていうのが一番大きいですね。これ植物性なのってすごい驚いてくれて、美味しかったって言ってくれて、今までビーガンとかベジタリアンのご飯っていうのとイメージがガラッと変わったって何回も来てくれるお客さんとかがいると、めちゃくちゃ嬉しくて、やってたこと間違ってないんだっていう、すごくそれが支えになりましたね。ちょっと今日の仕込みをやっていこうかなと思うんで、今からパティを作るんですけども、ひよこ豆をベースにしていて、栄養もなんですけども食べ応えもしっかり出るようにこだわって作ってます。パティはハンバーグのことですね。やっぱり玄米の方が栄養価も高いですし、あとはこの食感がその程よくてパティのいいアクセントになりますね。やべえ、熱くなってきた。熱くなって。くるみを加えることによってコクと食感をプラスしています。
これがビーツですね。栄養価の高い野菜で有名ですね。大豆ミートでハンバーグ作ってることって多いと思うんですけども、うちのこだわりはひよこ豆をベースにして完全にオリジナルでお店の味を作ってることですね。ペースト状にした10種類の香辛料をこれから合わせていきます。やっとハンバーグっぽくなってくるここまでの道のりが、お肉だったらね、もうお肉ひき肉買ってきたらもうこの状態なんで、やっとここまで来たなって感じです。OK です。これが結構疲れますよね。昔からお店やりたいって言ってたんで、奥さんが早くやればいいのにぐらいの感じだったんで、はい、だから反対とかは全くなくて、すごく協力的でしたね。奥さんが働いて別の仕事してるんでやっていけてるって感じですね。はい、2人でやってたらやっぱりかなりリスクがあるので。でバーガーに使うマヨネーズを作りますね。豆乳マヨネーズを作っていきます。これまずはオイルですね。これは白ワインビネガーですね。うちはこの白ワインビネガーがちょっと甘みもあって美味しいのでこれを使ってます。酸味が入って、はい、美味しいですねで次にこれは、きび砂糖ですね。手作りケチャップの準備もしていきますね。これは新玉ですね。すごく甘みが強いので、ケチャップを作った時により甘みのある美味しいケチャップになりますね。これは鷹の爪と唐辛子ですね、とローリエですね。葉っぱでよく煮込みで、カレーとか作る時でもいろんな煮込み料理によく使う葉っぱですね。フードプロセッサーで細かくしていきます。手作りでやりたくて、手作りでやったら絶対美味しくなるとは限らないと思うんですけど、うちでしか味わえない味になるので、ナイスでしか食べれない味を作りたくてできるだけ手作りにしてます。これはオーガニックの、はい、シロップですね。赤ワインビネガーですね。はい、甘みも感じられて風味のいいビネガーなので、これを使って酸味を加えていきます。こうトマトの甘みも引き立ってケチャップの味わいが深くなりますね。こうトマトソースに
シナモン入れるとよりすごく美味しくなるので、ケチャップ完成するまでに、20回ぐらいは、試行錯誤したと思いますね。完成です。明太クリームソースを今から作ります。明太子なので海の風味を加えるために昆布でお出汁を取っていきます。今度これがアマランサスっていう穀物なんですけど、アマランサスは茹でることによって水分を含んで明太子のようなプチプチとした食感になります。これは豆板醤や醤油を合わせたものなんですけども、これで明太子の辛みや旨みを再現しています。あえて別に似せなくてもいいかなとかも思うんで、お肉とかそういう魚とか使わなくても同じ味にしなくても美味しいものがいっぱいあると思うんで、でもたまにこういったちょっと遊び心というか、それに似せてどうやって作れるかなっていうのはすごい面白いですね。豆乳クリームチーズと合わせることでパンとの相性のいい明太クリームソースにしています。今植物性の明太クリームなんですけど、やっぱり福岡の名物をいろんな方に食べてもらいたいなっていうのがあって、外国人の方でベジタリアンの方で福岡の名物がもつ鍋だったり、そうですね、豚骨ラーメンとかなかなか食べれるものがないので、それをどうにか植物性でできないかなって考えてできたのがこの明太クリームです。魚卵アレルギーだったりそういった方も食べれるので、結構アレルギーの方もお店に来てくださいますね。今月のハンバーガー、菜の花ソースを作ります。旬の季節を使ったハンバーガーを毎月出してるんですけども、今月は春なので今が旬の菜の花をほろ苦い感じのソースができるのですごく美味しいですね。色がやっぱ綺麗に、出るので一気に冷やして、原価率はそうですね、大体30% ぐらいですかね。やっぱりいろいろ物が高くなってるので利益は出しにくくはなってるんで、僕は一人でお店をやってるんで人件費がその分かからないので、食材のコストにはかけられるかなと思いますね。チーズを使うと動物性食材になってしまうので、このパウダーを使うとチーズの風味を加えることができて、野菜でなかなか摂ることのできないビタミン B12 を摂ることもできます。オープンは11時半からですね。今日みたいにお客さん少ない時はやっぱ悲しいですね。
ちょっと不安になりますね。こんにちは。じゃあ、今日はどうしますか？今日は菜の花チーズボール。はい。もう地元は結構電車で2時間とかのとこなんですけど、今日も本当はそのまま家帰ろうと思ったんですけど、どうしても食べたかったのでわざわざ一駅戻ってきました。友達の紹介で行った時に美味しかったので、もう1回行ってハマったって感じですね。1年で10回とかのペースです。お肉じゃないんですけど、ひよこ豆でできた、なんですかね、お肉ってパティか、もう本当に唯一無二の味なので、それが好きで行ってるまでありますね。本当にキッチンカー出してほしいですね、大学に。頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。栄養ってところでも完璧なので、例えば最近食べ過ぎたとかなったら、ここに来るだけで罪悪感なくなるっていうのもあるんで、一回食べてほしい。別に健康興味ないとかでも全然食べる価値あると思います。ぜひ。ありがとうございます。またね。ありがとう。お久しぶりです。お疲れ様です。あ、常連です。常連です。結構通ってます。ですね。通ってますよね。そうですね。すごいよく来てくれて、すぐ覚えちゃいました。結構がっつり行きたい感じですか？がっつり行きたいですね。そしたら、すごいお腹ペコペコだったら、ダブルチーズとかダブルバーガーとかだとパティが2枚入ってるんですけど、それでももっと食べたいって人はそれにパティ追加したり、もう一つ追加したらトリプルに。トリプルになりますね。本当ですか？はい。かなり高いバーガーになる。食べ応えはもう半端ないと思いまだいぶがっつり。す。だいぶがっつりですね。ちょっとそれで。はい。とりあえずなんか健康にいいっていうところと、しっかりこうなんか食べ応えがあるっていうか、なんかそこにすごいハマりましたね。なんでもうトータル多分20から30ぐらいいってると思いますね。そうですね。出会えてよかったっていうかそんな感じです。ですよね。ありがとうございます。大好きなケールを入れてますね。ケールだったり水菜だったりわさび菜だったり、糸島行った時に仕入れたお野菜です。で自家製のドレッシングですね。はい、ちょっとオレンジとかレモンを使って甘酸っぱい感じのドレッシングですね。お待たせしました。ダブルチーズバーガーにパティチーズトッピングです。すごい。めちゃくちゃすごいです、はい、食べ応え相当あると思います。こんな高さなるんですか？はい、すごい、はい、がっつりめっちゃ美味しそう、はい、いつも通りに美味しいです。こんながっつりでもなんか
栄養があるっていうのがまたすごい嬉しいです。待ってます。マジで、いや、はい、ありがとうございます。じゃあまたありがとうございました。ありがとうございます。Yes, vegan cheese. 海外の方はすごい多いですね。ありがとう。で、これも自家製のチリビーンズですね。はい、お待たせしました。チリチーズバーガー。はい、あとスイートフライ。Thank you. Honolulu, Hawaii, since Monday. So 4 days. His niece got married, his wedding. 美味しい。ありがとう。 Flavor is good, good texture. I think even the bun. Oh yeah, the bun is good. Bun is good. This is very good. This one sweet potato. Yeah. Has a smoky roasted flavor. Very nice. 今日来てくれたお客さんは6人だけですね。そうですね、土日とかだともっと全然多くて、2、30人来てくれる時もあるんですけど、平日だとやっぱり10人来ない日も全然ありますね。今日の売り上げは11,100円ですね。お店を運営して昨日でちょうど丸5年でした。でも最初に公庫から1000万借りて、あとは自己資金を500万でしたかね。はい、トータルは1500万になりますね。その返済の計画は一応10年をめどに考えていましたね。家賃は14万3000円ですね。水道光熱費いくらかな。今はもう電気もすごい上がってるんで、全部で合わせて5万ぐらいなんですかね。広告宣伝費は基本的に何もかけてなくて、自分でインスタグラムで発信したり、 Google で口コミくれた方にお礼の返信したりとか、そういった感じで認知度増やしていけたらなと思ってやってます。毎月は目標は100万円でスタートしました。原価率はそうですね、30から 35% ぐらいですかね。それだとざっくりで100あったら、30万原価、30万が諸経費、人件費も僕一人なので利益になるので、そこも踏まえて40万ですね。100万売り上げたら40万手元にもし残ったらいいなっていうのはありましたね。そうですね、いざスタートしてみて全然数字が違いましたね。
もちろんコロナっていうこともあったんですけど、最低の月の売り上げだとでも20万円台とかだったと思いますね。去年とかが一番売り上げが良くて、年々売り上げ上がってってくれて、そうですね、平均して70万ぐらいは行くようにはなりましたね。そうですね、諸々の支払いを払えて、トントンでプラス、少し数万円月残るかなっていう感じですね。自分の給料なんて一度も考えたことないですね。なかった理由はお金が残らなかったのでどうしてもやっぱり自分の懐に入るお金はなかったですね。運転資金がどんどん減ってってるんで、今はもう本当ギリギリ3桁あるかないかっていうそこら辺をずっとうろうろしてる感じですね。このまま売り上げが伸びないのであればお店を閉めざるを得ない状況ですね。そういう状況でも続けてこれたのは、やっぱり来てくれるお客さんが喜んでもらえたり、美味しかったよって言ってくれたり、すごい応援してくれる方もいるので、リピーターの方とかめちゃくちゃ皆さん応援してくれるので、6割ぐらいリピーターなのかなとは思いますけどね。やっぱりリピーターさんがいるっていうのが一番心の支えになりますね。Uber Eatsが入りました。常連さんですね。48回注文してくださる方です。めちゃくちゃヘビーユーザーの方から、本当こういう人にすごく助けられてます。嬉しい。この人必ずさつまいものフライを頼んでくれます。もうほぼ50回ですね、注文してくれてる方なんで、もういつものメニューって感じですね。いや嬉しいですね。やっぱね、自然と笑みがこぼれちゃいますね。やっぱり僕のこだわりというのは、もうできる限りお店で手作りっていうのでやってますので、オリジナルのパティであったり、ひよこ豆を潰して玄米と混ぜて、くるみと混ぜて、他のいろいろな調味料と混ぜて、オリジナルのパティをお店で手作りで時間をかけて作ってますので、マヨネーズも一からお店オリジナル作ってますし、ケチャップもしっかりトマトを煮詰めてうまみを引き出して作ってますし、本当自分のこだわりをしっかり詰めて出来上がったハンバーガーなので、ここはもう間違いなく自信はあるので、本当一度食べてもらいたいです。お待たせしました。明太クリームバーガーと菜の花チーズバーガーです。